皆さんこんにちは。チョルンです。今回は韓国語の助詞은、는、이、が、을、와、과、으로、로に関して話したいと思います。かなり頻繁に助詞に関して質問が来る場合が多いんですけど、これも簡単に考えてみましょう。文法的に把握するのもいいと思うんですけど、文章に入るべき規則を覚えた方が、効率高いと判断し、今日はまとめて은、는、이が、을、와、과、으로、로を話したいと思います。なぜちょっと簡単にしようかと言いますと、自律性も全くないし、例えば은、는の場合は主語を強調するところに使うし、さっき提示した情報を表現するのに使います。나는 너를 좋아하고 너는 나를 좋아한다。이がの場合は名詞の後とか文章の主語を表す。이곳이、여기가。この他にも少しずつ違う意味でいろいろあるので、いちいち覚えるよりは一つの規則を覚えた方がいいと思います。それは助詞が来る前に받침があるかどうか、子音で終わるか母音で終わるかだけ最初注意深く見て、ちょっと慣れれば終わりです。でもここで少しだけ注意するべきなのは、은が使われる時に을を使ったり와、がを使ったり、そういうのだけは、注意してみましょう。その他にも注意することは、例えば바다、땡、산っていう文章があると、今説明した通り、簡単に와を使って바다は산っていう結果が出ます。でもここで바다、땡、산으로っていう助詞2つが出ると、主語が何かを把握し、助詞と補助詞を見分けする練習も必要です。これの見分け方は、やっぱり少し頑張って暗記とか慣れるのが一番いいと思います。それのために僕なり簡単な表を作ってみましたので、助詞の種類には格助詞、接続助詞、補助詞があります。激助詞の種類には6つがあります。これが結構ややこしいんですけど、毎回言いますけど、韓国人もここまで勉強しないので、一応こういうのがあるということだけ知って次に行きましょう。発音も難しいんですね。収穫助詞、上述学助詞、関係学助詞、目的学助詞、捕獲助詞、福祉学助詞があります。これがうまく伝われるかよくわからないんですけど、これは参考にしてください。詳しい内容は参考書とか本を見ながら勉強すれば結構役に立つと思います。子音で終わり받침がある場合は은、이、을、과、으로、母音で終わって받침がない場合は는、が、를、와、로。その他にも리、何々に、何々の、何々も、何々ばなどがありますけど、こういうのは日本語と同じように使ってください。簡単に覚えてみましょうっては言いましたけど、やっぱり書けば書くほど複雑になりますね。なんか表を作りながらも、ちょっともっと追加したい内容とか、内容がどんどん増える気がして、僕もこれでいいかって思ったんですけど、でもここで簡単な規則を理解すれば、韓国ドラマとか、友達と会話するときに結構自分が間違えたところをすぐ気づくのができると思います。ちょっとだけのなんていうか、ぎこちなさとか、嫌感、そういうのをちょっと感覚で覚えるのも、これをちょっと理解すれば
ちゃんと役に立つと思います。ですからこういう上司の関しての内容は、本見ながらめちゃくちゃ悩みながら勉強するんじゃなくて、適当にこういうのがあるなっていうのを、目でざっと見て適当に暗記してください。次はですね、僕がよく使う副詞、やっぱり自分が勉強して覚えた単語とか、いろんな、名詞、動詞、副詞、形容詞とかそういう単語の中で自分がよく使う単語は、使うんですけど、あんまり覚えても使わない単語はあんまり使わないので、そういうのをちょっと気にしながら僕がよく使う副詞に関して次は動画を作ってみたいと思います。ということで1月も、あっという間に過ぎてるっていう感もありますけど、この勉強に関して、ストレスを受けないように、ゆっくりじっと勉強してみましょう。それでは다음에 다시 만나요. 안녕.